はい、どうもこんにちは、エンジン太郎です。前回まででバルブシートと、バルブガイドつけたので、この先進んでいきます。次にやるのは、本当はバルブシートカットやりたいんですが、バルブシートカット用のカッターがまだできてないですね。というかカッターの材料が来てないので、ちょっとバルブシートカットは置いときます。では何をやるかというと、いよいよカムですね。カム周り進めていきます。図面は作ってあったはずですけど、あったね。これがエキゾーストとインレットとタイミングアイドラーと3種類ありますね。まずはシャフトの切り出しですね。素材の切り出しからいきます。タイミングアイドラーの方はこれでいきますね。ガムギアの方はこっちでいけるね。よし、材料あった。カブシャフト側は、100ミリちょっと欲しい感じ。これは切った方がいいですね。ちょっと作るのがめんどくなりそうだけど、材料無駄にしたくないので、これは2本分同時に取って旋盤に入れてきますね。じゃあまずは材料のカットから進んでいきます。旋盤やフライス板の作業がメインとなるときには、材料の変質を防ぐためにこのガチャノコ使うのが一番いいですね。どうしても高速カッターで切るとやっぱ焼きが入っちゃうときがありますね。それで妙に硬い材質になっちゃうときがあります。よいしょ、切れました。はい、2本分約20センチ取ってあります。では材料をセットして、削っていきます。今回は久しぶりに四つ詰めですね。はい、どちらにせよいわゆる黒皮付きとやつなので、そんなに今の段階で精度出す必要はないですね。あえて言うならこの中心に合わせた方がいいかな。これで中心出ましたね。 OK と。じゃあ削ります。これで 40.00 OK。 ぴったりですね。まあここ外形はそこまで精密でなくても問題ないです。まずは外形いきました。一番太いところから順番に削っていきます。一番太いところの 40mm が終わったので、次は 16mm まで削っていきます。最後に単面を整えてこの工程を終わりとします。よし、断面も整ったと。あとはベアリングか。あとは先端部分にベアリングをつけるために 15mm に削っていきます。これでベアリングのはまる部分完成しました。はい、あとは突っ切っていきます。よいしょ。
残り5ミリほどになったらノコギリで手動で落としていきます。はい、片面加工終わったので、今度反転させてこっちから削っていきます。よし、こんなもんかな。ではセットも完了したので裏面を削っていきます。こちらは最終的には 17mm を目標としています。最終調整はオイルストーンで磨くのがなんか一番うまくいくような気がします。690ぐらいになっててくれればよし、いける。これで、きつすぎず緩すぎずって感じだと思いますけどね。よしよし、これで OK。あとは単面を整えてこの工程終わりとなります。はい、これでだいたい OK と。はい、これでこんな感じですね。一応部品としては OK だと思います。ここまでできました。両端はベアリングで支えて、あとはネジ穴3箇所開けていきます。はい、ベアリングつけるとこんな感じですね。あとはスプロケットとギアをつけられるように穴加工をしていきます。これはそしたら次は、丸棒を使って、インレットとエキゾースト側のカムシャフトになる部分を作っていきます。これで2本取りですね。表と裏1本ずつ作っていくんで、同時にというか、片側作って反対側作ってっていう感じですね。100ミリも出てれば測れるね。グシュッと。まあ黒皮付きだからそんなに精度よくはいかないですね。よし、このままだね。まずは最初の目標値の 35mm になるまで削っていきます。今35ジャストに近いところだと思います。35.02 ですね。次はベアリングのはまる部分の粗取りを進めていきます。25.61
ベアリングの入るとところが一番奥なんですが、それはもう最後にやるとして、残りの部分を先やってきます。ここの目標は 16mm なので 16mm になるまで削っていきます。よいしょ。これでほぼぴったりのはず。はい。はい、16.000 と。あとは単面整えて、一旦ここは終了ですね。ここの部分は目標寸法 14mm となります。だんだん削る量が減ってくるので、短時間で終わるようになっていきます。よし、これでだいたいぴったりになったんじゃないのかなって。はい、14.001 14.001 ですね。まあここまでくればいいでしょう。あとはここのベアリングとここのベアリングですね。まずは細い方からいきますか。印して、よし、ぴったり。で、最後にここですね。ここを25だから24.98 とかそのぐらいかな。はい、なんとか、これでぴったりですね。はい、いい感じと。はい、片側終わったので付け替えて反対から加工していきます。ではこちら側も進めていきますが、手順としては先ほどと同じなので、まあはしょっちゃっていいでしょうというわけで一気に完成となります。はい、これで両端とも同じものできましたね。あとはここでカットして残りを仕上げていきます。相変わらず突っ切りとねじ切りはやっぱ苦手意識が強いですね。どうしたら突っ切りうまくいくようになるのかよくわかんないですし、ねじ切りはプロのやってる切り上げというのがやっぱりできないです。最後はノコギリでギコギコします。よし、これで同じものが2個できましたね。では最初に加工した分の後ろ側残りですね、やっていきます。まずは16mm。
ちょっと細くなっちゃいましたね。16ジャストを狙ったんですが、なかなか最後の微調整が難しいですね。うまくいかない。ここはギアがつく場所なので、ギアの穴側を少し調整してちょうどよくします。次は失敗できませんね。次ベアリングの軸受けの部分なので失敗はできません。最後の100分の1ミリとかはオイルストーンで調整していきます。OK。ベアリングも綺麗にはまると。やっぱ最終調整はヤスリでやるといいですね。これで1本目作業終わりました。こんな感じで、できました。1本目が完成したので、残りの2本目やっていきます。後ろの部分ですね。この部分を作っていきます。では作業を始めて、もう次のシーンでは完成になっていると思います。はい、あっという間に2本できました。実際にはあっという間ではないですけど、とりあえず2本できて、どちらもベアリングぴったり入りますね、今。あとは、ギアを止める穴を開けていこうと思います。はい、ここまでで3つのシャフト作りましたね。短い真ん中につくやつ。それで、インとエキゾースト、インレットとエキゾーストの2本ですね。ここに3つ穴開けてきます。そうすればもうカム部分、カム山入れる準備はできます。はい、今回は脱着が楽なようにとりあえず3個やりたいんでスクロールチャック用意しました。とりあえずシャフトの中心を測定していきます。こんなもんですね。あとは DRO を使って均等に穴を開けるモードを使っていきます。DRO のセット終わったらどんどん穴開け進めていきます。ここは M6 のネジなので、ネジ用の下穴開けて、どんどんネジ切ってきますね。基本的にやり方は最初のセンタードリルの時と同じですので、どんどん進めます。はい、下穴開いたんで、タップ立てます。これで均等に穴開きました。このパーツは OK。はい、均等に穴開きましたね。はい、同じ作業をあと2個これでやってきます。三つ詰めチャックなのでそんなにズレはないですが、それでも多少はずれると思うのでセンター出しだけはその都度やっていこうと思います。
はい、3本とも、歯車つけるための穴開きましたね。はい、オイルラインの穴も開けてきます。はい、これで2本とも OK ですね。はい、これでシャフト関連、シャフト類は全部3本ともできました。今回はこの辺で終わりにしようかと思います。こんな感じでできてますね。ベアリングをはめてみると、よいしょ。それぞれちゃんと綺麗に入るはずです。入りますね。ヘッドに据えるとこんな感じで入ります。こちらもベアリングを入れればスッと入る。で先端側も入ると。乗せてみるとこんな感じですね。いい感じ。でこっちもこことここにベアリングがつくと。はい、組み立てるとこんな感じで、中身がだんだん入ってきましたね。早くバルブシートカッター新しいの作りたいんですけど、材料待ちになってるのでまだ先に進めません。とりあえずは他のやれることやってます。はい、今回はこの辺で終わりとなります。前回休んじゃいましたが、今回はおまけ動画あるので、そちらもお楽しみください。はい、ここからおまけ動画となりますが、前回1回お休みしちゃったんですよね。中身もある程度書いたところまで見せたと思います。で、今回書き加えたのはヘッドカバーですね。カバーがつくことによってだいぶイメージが固まってきました。できればこのカバーにも放熱フィンなどをつけて熱対策したいとこですけど、これ以上複雑にすると鋳造難しくなっちゃうかもしれないので、ほどほどにしときます。一応燃焼室側もあらかた書き終わってるので、こんな感じになってますね。バルブの本数多いですね。やっぱ 125cc で4気筒16バルブってもう、自分で言うのもなんですけど、気違いじみてますね、この設定は。本当に作れんのかっていうのが、すごい感じます、今は。なんとかこの後、少しずつでも修正して、鋳造しやすいように、加工しやすいように、修正できればいいんですけど、あんま変化できないだろうなとも思ってます。おまけ動画も含めて今回の動画はここまでとなります。どうもご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。